こんにちは、モンチーパンダチャンネルのモーさんです。理科室でトンボ玉を作ろう。動画ナンバー114です。字幕の表示、非表示などの設定をしてご覧ください。モンチーパンダチャンネルでは番号の色で内容を分けています。AB の順番で紹介します。すべて佐竹ガラスのソーダガラスで作りました。画像の作品を作ります。使用したガラスです。使用したバーナーです。ダイソーやセリアで販売しているステンレスストローを使用します。A27 ブラウンで風船を作ります。そのまま置いておきます。4mm ステンレス棒の先端に G36 無色透明をつけました。タイマーがスタートしました。ニッパーで切り落とします。ステンレス棒に残ったガラスを溶かします。先ほどニッパーで切り落としたガラスをピンセットでつまんで温めます。ガラスを鉄板の上に落としてから約38秒でガラスを炎の中へ戻しました。ステンレス棒と接続したら溶かします。表面の凸凹がなくなりました。よく温めたら炎から出します。タイマーがスタートしました。ガラスの塊を風船に押し付けます。しばらくそのままにします。ピンセットで風船を割ります。ガラスの塊を炎の外に出してから約55秒で炎の中へ戻しました。鉄板の上の破片を払いのけます。ガラスを柔らかくしたら左官ごてで押して円盤にします。全体を柔らかくしたら剣山に乗せて左官ごてで押します。穴ができました。この状態で溶かします。タイマーがスタートしました。基本的に回転させながら水平で溶かします。右回転、左回転、右回転、左回転を繰り返して溶かします。円盤が徐々に小さくなっていきます。2分40秒ぐらいで円盤が小さくなりました。丸くなりました。左官ごてで押します。押しすぎると模様が崩れるので、押しすぎないように注意してください。デザインカッターでガラスを中心へ集めます。集めたガラスをピンセットで取ります。S34 赤透明をつけます。左官ごてで整えます。後ろ側にガラス棒を接続したら、ステンレス棒を外します。タイマーがスタートしました。斜め上に向けながら溶かすと、ガラスが広がって平らになっていきます。1分50秒ぐらいで平らになりました。炎の外へ出しました。ガスを止めます。タイマーがスタートします。ガラスはまだ柔らかい状態です。ガラスが固まるのを待っています。赤いガラスは温度が高いと黒く見えます。炎の外へ出して50秒後にパーライトに入れます。2時間後パーライトから取り出します。今回は紐を通す穴、ループを作っていません。ループの作り方は動画111や112をご覧ください。寸法です。次は B です。画像の作品を作ります。使用したガラスです。使用したバーナーです。A で使用した風船のかけらを使用します。4mm ステンレス棒の先端に G36 無色透明をつけました。タイマーがスタートしました。ニッパーで切り落とします。ステンレス棒に残ったガラスを溶かします。
ガラスの塊をひっくり返します。ステンレス棒を接続します。ガラスを鉄板の上に切り落としてから約45秒でガラスを炎の中へ戻しました。溶かします。表面の凸凹がなくなりました。よく温めたら炎から出します。タイマーがスタートしました。ガラスの塊を風船に押し付けます。しばらくそのままにします。ピンセットで風船を割ります。ガラスの塊を炎の外に出してから約60秒でガラスを炎の中へ戻しました。鉄板の上の破片を払いのけます。ガラスを柔らかくしたら左官ごてで押して円盤にします。全体を柔らかくしたら剣山に乗せて左官ごてで押します。穴ができました。穴をガラスで塞ぎます。G36 無色透明をポチッとつけたら引き伸ばして炎で切ります。これを繰り返していきます。すべての穴をガラスで塞ぎました。この状態で溶かします。基本的に回転させながら水平で溶かします。右回転、左回転、右回転、左回転を繰り返して溶かします。4分ぐらいで円盤が小さくなりました。丸くなりました。左官ごてで押します。押しすぎると模様が崩れるので、押しすぎには注意してください。デザインカッターでガラスを中心へ集めます。集めたガラスをピンセットで取ります。背景が黒いと模様の確認がしやすいです。E7 濃い紫透明をつけます。左官ごてで整えます。後ろ側にガラス棒を接続したら、ステンレス棒を外します。タイマーがスタートしました。斜め上に向けながら溶かすと、ガラスが広がって平らになっていきます。1分40秒ぐらいで平らになりました。炎の外へ出しました。ガスを止めます。タイマーがスタートします。ガラスはまだ柔らかい状態です。固まるのを待っています。炎の外へ出して50秒後にパーライトに入れます。2時間後パーライトから取り出します。今回は紐を通す穴、ループを作っていません。ループの作り方は動画111や112をご覧ください。寸法です。動画の中で使用した剣山です。これで動画ナンバー114を終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。